Thank you. Thank you. Thank you again. 今かし、その様。どうも、小町スタイルです。今回はマレーシア編。マレーシアに来ております。こんにちは。旅は自分磨き。小町スタイルです。今回の動画は全室スイートの最高峰ホテルセントレジスランカウイで過ごすとびっきり贅沢なディナータイムからスタートします。穏やかな夜の風が吹き抜ける静寂に包まれたアンダマン海。ランカウイ島で過ごす最後の夜です。そして翌朝は眩しい太陽と一緒に優雅すぎる朝食ビュッフェをたっぷり満喫しちゃいます。思えば今回の旅、大自然に囲まれた隠れ家リッツ・カールトンとこの究極の非日常を味わえるセントレジス、2つの素晴らしい5つ星ホテルをはしごしてきたわけですが、よく大人のご褒美旅にするなら結局どっちがおすすめなのって聞かれるんですよね。実際に泊まってみて感じた私なりの素直な感想も本編でじっくりお話ししたいと思います。そして動画の後半ではこの極上のリゾートに別れを告げて旅はいよいよ次のステージへ。向かったのは熱気と活気にあふれるマレーシアの大都会クアラルンプールです。大自然のリゾートから一転して今度はどんな出会いや景色が待っているのか。日常を完全に忘れて私と一緒に旅行している気分で楽しんでいってくださいね。大人気シリーズです。どうぞ大画面でゆっくりご覧ください。この傘持ってる方はどなたでしょうか。世界不思議発見みたいじゃない。さあここで問題です。この傘を持ってる人たちは何を意味しているんでしょうか。答えは CM の後で。傘は特別な存在を守る象徴だったんですね。随所にわたってセントレジス。はい、では私の部屋はレセプションが3階で今エレベーターを下ってきました。1階にあります。見てください。会議するホールみたいなのがあって、こういうさちょっとしたくつろぐスペースがふんだんにねあります。私の部屋はなんと1階ねお外に出るんです。じゃあここを開けます。水が流れていて、見てください見てください。ジャパニーズフィッシュですよ。ジャパニーズフィッシュ。ちょっとねやっぱ古めかしい感じは否めないですが、歩くのに疲れたなっていう時はちょっとまたここで一休み一休み。はい、お部屋に到着。102。はい、ウェルカムシャンパンです。泡がきらめいてますね。シャンパーニュだよ、ほんと。シャンパンです。ブルカートサルモン。
これはシャンパンです。いただきます。とっても可愛いケーキをいただいちゃいました。めっちゃチョコレートケーキ。すごい。このハートの中にムースが入ってます。いちご、チョコ、で、周り粉液みたいなのがかかってます。こんな素敵なケーキをありがとうございます。いやー、セントレジス大好き。セントレジス、セントレジス、セントレジス、イエー。夜になりました。今夜は楽しみにしていたホテルのレストランでディナーです。すごいね、なんか。昼間の景色から幻想的な夜の姿に変わりました。すごい幻想的ですね。白亜の宮殿って感じですね。とても綺麗。幸せだな、南国来たって感じですね。とても綺麗。綺麗しか出てきませんね。ライトアップされてビーチに降りていきます。Good evening. Yeah. 拙い英語なので会話が続きません。Fat Cruz. Nice to meet you. セントレジスランカオ以内にあるパンタイグリルはビーチ沿いに位置するオールデイダイニングで南国リゾートらしい開放感と上質なグリル料理が楽しめるレストランです。パンタイグリルの本質は料理だけではなく波音だけが聞こえる静寂とビーチのすぐそばという非日常感、つまり景色込みのディナー体験なのです。ライブキッチンですね。アペタイザーツナポケボールにする。メインはじゃあスモーキー和牛ビーフか、チキンかラムかバナナリーフオタオタ。Can I ask you? Yes. What is オタオタFish. fish? Yeah. Fish dish. Okay, thank you. メインさ、ね、オタオタはないなって思ったけど、ゆっくりだね、いいね。ポキボールがまず来ました。混ぜるやつとかもないんだね。コンプリメンタリーですって。そこそこ高級です。どうも、小町です。じゃあ、いただきます。海外のマグロの味がします。マグロとラディッシュと枝豆とアボカドとマンゴーです。ここは雰囲気よね。サーロインのステーキ。またそこそこ高級なものを頼んじゃいました。であとこれエビです。エビちゃんです。わ、すっごいいっぱいある。さっきのオープンキッチンで焼いてくれて持ってきてくれました。
旅行で食べるとさ、大体美味しいよね。なんか足りないかなって思ったけど、むしろこの2皿だけでもよかったかもしれない。でもこんだけ来てくれたら満足だよ。うん。結構暗闇で食べてます。Enjoy. Thank you. これ気に入った。Your food all good, eh? So green. うん。美味しい美味しい。あ、美味しい。Very delicious. Delicious. ドスが効いてるよね、英語。本場の英語。実はここに来るまで少し疲れていたけど、この波の音を聞いたら全部どうでもよくなっちゃいました。大人になってからの旅行ってこういう瞬間のためにあるんですよね。でも明日はマンダリンという高級ホテル三昧。今回のコンセプトはまずマイルを使ってビジネスクラスに乗るぞ。それがクアラルンプールだけだとつまらないから南の楽園に行くぞってランカウイも入れました。でせっかく行くならランカウイには私の大好きな2巨頭リッツ・カールトンとセントレジスがあるので、っていうかセントレジスこの間行ったばっかな、この間行って大阪で好きになっちゃったんだけど、まあ2巨頭だよね。こういうこと言うとお前それしかホテル知らないんだろうって言われるから、そうです。KL にも両方あるから KL でもうリッツセントレジスにしようかなと思ったんですけどね、すんごい安いリッツに泊まる手もあったんですけど、せっかくならと思ってマンダリンね、あと1級ということでたまたまリッツセントレジスマンダリンからの A 級でホテル編を練習したいと思います。裏テーマはなんか実現するかわかんないけど、バンクリノーフリボルっていうね、すごい可憐なピアスが欲しいけどもうどこでも買えなくって、それがマレーシアにあったりしちゃったりしたら買っちゃおうかなの巻。今回はこう落ち着けがたいです。すごい勢いでエビ食べてんな。ただ大きなポイントがたまたまリッツが混んでてこっちが空いてたっていうことに依存するんですけど、こっちは大幅なアップグレードをしてくれました。リッツってビラにしてもそのコテージにしても、いやそこはいいとこなんですよ。とにかく広大な敷地なんで、どこに行くにもバギーを呼ばなきゃいけなくて、でしかも呼んだらすぐは来てくれるんだけど、でここはこじんまりしているからどこ行くにも、なんならほらビーチにも部屋から直結だから、いちいちバギー呼ぶのめんどくさいなっていう人には全然セントレジスのもうでもこう落ち着けがたい。とにかく接客が優しくて楽しい。両方。エビをそんなに。今回は引き分け。ランカウイの中でリッツとセントレジスを比べたらもう、でもいい、個人的なこと1個言っていい？宿泊費自体はこっちの方が安かったんですよ。安いのにめっちゃアップグレードしてくれて、ビラまともに取ろうとしたら2倍ぐらいしてた。だからやめたんだ。セントレジスかな。リッツ朝食待たされたしね。115対100ぐらい。リッツは100だよ。リッツは100。いつも100。いや、セントレジスにしてよかったな。お部屋にさ、シャンパーニュが置いてあったんだよ。リッツの方はさらっとバラ風呂も作ってくれたし、たくさんフルーツも持ってくれたけど、シャンパンはな、ずるいよね。
あ、今120対100になりました。セントレジスの圧勝とか言って。とある YouTuber さん、旅系 YouTuber さんで私フォローさせていただいてるんですけど、同じようにランカウイのセントレジスとリッツに泊まって、セントレジスの朝ごはんが冷たかった。そのオーダーするやつがグリルに乗ってたのに冷たかったって言って、ダメですセントレジスはみたいなことをおっしゃってたのがすごく印象に残ってて、明日の朝検証したいと思います。波すら立たないほど穏やかな水面を眺めながら、セントレジスのプライベートビーチに用意された特別な席で、ただゆっくりと流れる時間だけを味わうディナータイム。日常の忙しさをすべて忘れて、心から満たされていくのを感じる最高の時間でした。ごちそうさまでした。テルマカシ。さまさま。この後はセントレジスバーが空いてたら行こうかなと思います。セントレジスといえば、ブラッディ・メリー。鼻をポリポリしないの。はい、セントレジスのバーに行きたいと思います。セントレジスバーはブランドの象徴ともいえる格式あるバーラウンジで、カクテル、音楽、空間演出すべてが融合した大人の社交場です。特等席だ。歌ってる時に来たんですけど、すっごい雰囲気ね。大人な感じがしますね。天井ドーン系です。天井が高い。このバーの最大の特徴は、ランカウイの自然を取り込んだ空間デザインです。すごい空間インテリアが素敵。ブラッディマリーを飲みます。めちゃくちゃスパイシー。めっちゃ辛い。声が。これはすごくスパイシーなバージョンです。タバスコがすごい。声やられちゃってる。これ、うわ、すごいこれがここの味なんやと思うけど、ちょっと明日のおトイレが心配なブラッディ・メアリー。セントレジスは世界中でブラッディ・マリー文化を持っており、各ホテルごとにオリジナルが存在します。ここでは和紙にちなんだオリジナルカクテル、ラン・メアリーがあります。五感で楽しむディナーと格式あるバーラウンジで、セントレジスらしい上質な夜を過ごせました。マレーシア旅行4日目です。セントレジスランカウイの朝は、都会のホテルとは全く異なる静寂と自然に包まれた穏やかな時間から始まります。これから朝食へ向かいます。セントレジスランカウイの朝食会場であるロ・ランジュリーは、クラシックなヨーロッパ様式と南国リゾートの開放感が融合した上品で落ち着いたダイニングです。すごい。セントレジスらしく、席の案内の途中でスタッフさんがお料理の説明を詳しくしてくれます。ちゃんと説明してくれる。マレーシアの国民食ナシレマは、スタッフがその場で盛り付けてくれるライブ形式になっています。
Looks tasty. Yeah, it's tasty. フランスの温室をイメージした作りで、朝の柔らかい光が非常に美しいレストランです。ロランジェリーの朝食はビュッフェタスアラカルトのハイブリッドスタイルになっています。お餅スタイル in ランカウイ最終日の朝、セントレジスの朝食会場です。今日も朝から泡をいただきました。それではビュッフェ台にレッツゴー。ぐるっと見て回るだけにします。サザエだとオリーブオイル、あといろいろのっけ物ですね。ちょっと冷たい前菜みたいなのもあります。エッグステーションですね。あ、違う。隣がエッグステーションで、こっちはチャーハンとかビーフンみたいな。ズッキーニ、ベーコン、ですごくありがたいのが、アレルギーとかすごい気にしてくれてる。普通の牛乳、ローパッド、アーモンドミルク、ソイミルク。私アーモンドミルクなら飲める。ストロベリースムージー、マンゴースムージー。ここ天津のコーナー、なんか独特な天津だよね。あ、久しぶりにおかゆ食べとこうかな。私インディアンコーナー。あ、辛そう。見た目ほど辛くないんだよね。これはアナンですね。フムスだよ。ひよこ豆のなんかムースみたいなやつ。クロワッサンも美味しそう。一個のパン屋さんじゃん。めっちゃこれテンション上がるやつです。これ絶対私好き。ココナッツパンナコッタ。あとここもね、チョコレートショップみたいな感じでチョコレートいっぱいありました。なぜならランカウイはチョコレートが有名なんですよ。スイカジュース、オレンジジュース、デトックスのジンジャーキャロット、パイナップルジュースにグリーンアップル、グリーンガバ、すっごい種類がアイ豊富。スクリームもあります。あ、これはちょっと有料みたいですね。オーダー料理はロブスターオムレツを頼みました。で、これカヤトーストってね、有名なやつです。おしぼりくれないよね。なので、おしぼりを必ず持参しています。ウェットティッシュね。さて、じゃあ、いただきます。でも今んとこラインナップとかいいよ。いただきます。なんじゃこりゃ。なんじゃこりゃ。私は単にエッグが乗ったトーストだと思ったら、しっかりジャムが塗られています。ちょっと癖になるかも。それがカヤトーストなんだよ。ソースもちゃんとかけに来てくれました。じゃあいただこうね。すごい豪華じゃん。いただきます。うん。確かに冷めてはいるけど、目くじら立てて怒るほどのものではないし、でも全然美味しいです。目くじら立てるほどじゃないと思います。またおかわりもらっちゃった。おかわりくれました。皆さん覚えてますか？私の好きな言葉はシャンパンフリーフローです。今日はシャンパンじゃなくてスパークリングフリーフローです。ああ、やっぱさ、ランカウイいいね。朝から飲めるんだもん。っていうか、これセントレジス最高じゃないですか。リッツも優しかったけど、
悲しいのはもう欧米の富裕層の方が連泊、日本人が考える連泊とかじゃなくてさ、もう1ヶ月住むみたいなステイの仕方をするのが割と彼らの中で常識だから、日本人が1泊だけとか2泊だけって言うと、あーみたいな。リッツはリッツでもリッツなんだよ。もう王道王様リッツなんだよ。セントレジスはそういうこと一回も聞かれません。たった1泊の私たちにこんなに優しくしてくれます。ノリがいいよね、セントレジスのが。ちょっとリッツでおどおどしちゃうかも、ちょっと自信ないかもっていう人は最初南カオやセントレジスから始めた方がいいと思います。なんかお兄さんもさ、デカめのターバンを仕事で着させられている人がすんごい寂しそうなんだよ。大丈夫かなっていうぐらいさ。ね、しれまくん。に私の大好きなピータンと揚げた小魚をいっぱい乗せてきちゃいました。すごい、これ青く蒸した米。すごい青いですよ。なんかさ、青は食欲をさそそらせない色って言うけど、おいしい。ちなみにこれ作ってくれたお兄さんが今こっちを凝視してるので、グッとってやったらすごい安心そうな顔してました。お兄さん休憩入ります。ターバンかぶったまま休憩入ります。そりゃそうだろう。セントレジスのいいとこ、ゴミゴミしてない。昨日チェックインの時に朝食は7時から11時だぜって言われて、セブンイレブンって言ったら、セブンイレブンってグーって笑ってくれて、ほんと優しいです。私のすごいつまんないちょっと笑かしに行こうとするのだいたい日本人は無視するんですけど、みんな拾ってくれます。Thank you もう一杯飲むかって言って買います。めっちゃ優しい。好きです。テロテロじゃないですか。私マレーシアでモテるのかなっていう勘違いまでし始めてきました。とんでもないことを言い出した。泡好きっていう人は最高だと思います。朝食はもう食べれないよ。幸せだな。いいホテルです。なんかすっごいのんびりさせてもらってる。別にリッツも火の打ちどころはないよ。若干毎回バギー呼ぶのめんどくさかったのと、ビラまでのアップグレードはなかったのと、朝食が混んでたのとかが別にマイナス点にはならず、やっぱ100点なんですよ。でもちょっと超えちゃった。こっちはもう100対120ですね。これは個人の感想です。あくまでも個人の感想で。でもカジュアル感は本当セントレジスの方がカジュアルでフレンドリー。緊張しなくていいと思います。食べだね今日も。ごちそうさまでした。テリマカシさまさま。ザ・ブティックはリゾートらしいアイテムと上質なお土産を取り扱うセントレジスの世界観が詰まった静かに楽しむ大人のショップです。みんなこうやってくれるの。ね、これってさ、もう国賓とかをもう並べてくれない。楽しかったセントレジスの滞在もいよいよチェックアウトです。まるで時間がゆっくりとほどけていくような静かで贅沢な滞在でした。スタッフさんのさりげない気遣い、計算された空間の美しさ、
そして何もしない時間さえ価値に変えてしまう空気感。単なる宿泊ではなく、体験そのものが記憶になる最高の滞在でした。楽しかったランカウイでの滞在を終えて、いよいよ次の旅のステージ、クアラルンプールへ移動します。エアアジアで窮屈な移動ですが、頑張ります。これは日焼け対策です。ケールに帰ってきました。帰ってきたみたいな感覚です。ランカウイ楽しかったな。はい、ではエアアジアのパッケージレーンで待ってます。私のだ。なんかね、パッと見てわかるゼロハリは。もうゼロハリ最高。ほらリモアが多いから。よいしょ。よいしょ。おまのゼロハリ。